ッティングを聞いただけで泣いた。ギターのキレっていうことを考えれば、こっちの方が全然サウンドがいいので。こんばんは、バートマンです。YouTube ではですね、なんと8億回再生、そして今週は日本に来てですね、日本を踊り狂わせたあのバンドの名曲いきたいと思います。改めましてこんばんは、バートマンです。今日はですね、今週ね、日本を踊り狂わせたアース、ウィンド&ファイヤーのですね、名曲、セプテンバーをやりたいと思います。これ YouTube8 億回再生されてるね。すごいびっくりしました。で、僕はね、この曲ね、すごい大好きなんですけど、残念ながらやったことがないんですよ。なんでかっていうと、ブラスセクションがいないと成り立たないからなんだけど、いや、でも大好きなバンドで、僕ね、カッティングを聞いただけで泣いた、そのライブで見てね、感動してしまって泣いたライブはですね、アルバッケンのライブが最初ですね。もうびっくりしました。あまりのグルーヴの凄さに、ツーって涙が出ましたね。それ以来、僕はカッティングはですね、アルマッケイと同じような方法でカッティングしてます。はい。というわけでですね、面白いところがたくさんあるので、今日はそのセプテンバーを元にですね、カッティングいろいろとやっていきたいなと思いますが、まずはですね、セプテンバー知らない方はですね、リンク貼っておきますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひこちらを聞いてですね、比較しながら、見ていただけたらいいかなと思います。もう全部説明してたらめっちゃ長いんで、イントロ、歌の中、そしてサビという感じでですね、アルマッケンのパターン、そしてポイントでこういう風にやってる、あとはサウンドはこんな感じとかですね、そんなお話をできたらなと思っておりますので、参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。さあ、それではね、イントロからやっていきたいと思いますが、いつものやり方とはちょっと変えてね、ポイント押さえながら、サウンドメイクもしながらやっていきたいなと思っております。いつもだったらですね、パターンとサウンドメイクと分けるんですけども、パートごとでやっていきたいなと思っております。それでは、まずはイントロですね。イントロはですね、多分なんだけど、フェイザーか、コーラスかなーっていう感じですね。どっちかかけていただけたらいいんじゃないかなと思います。今回、フェーザーはですね、フェーズ90を使ってますが、もしかしたらですね、アルマッケイさんは、ボスのフェーザーを使っていたようですね。非常に浅くかけてらっしゃいますんで、僕もですね、もうほとんどこれは切った状態で使ってます。ちょっとね、シュワーって感じの音なんですよね。で、そしてギターはですね、335のようなセミアコがいいかなと思います。ちょっと箱っぽい音がするんですよね。本人もセミアコなんですけども、セレクターはですね、センターじゃないかなと思います。オクターブで最初弾くんですけども、で弾くんですけども、4弦の7フレット、2弦の10フレットを弾いてるようです。ローがね、しっかりと出るので、こっちじゃないかな。チャリーンって感じじゃなくて、この丸い方で弾いてるかなと思います。さあ、ここのパターンなんですけども、16ビートのこのパターンね。これをチャカチャカって弾いちゃうとおかしいんですよ。じゃあ、パターンにするのかと言われたら、違うんですよ。そうじゃなくてね、気持ちとしては、お経でも読んでるような感じ。お経でも読んでるような感じでやってほしいんですよ。でもそれぐらいね、ランダムに動いてて、南無妙法蓮華経とは言ってないじゃないですか。ね、お経読んでる人。南無妙蓮華経っていう感じじゃないですか。ね、その言葉の抑揚で多分あれ読んでるんだと思うんですけど、そんな感じで、感じでですね、お経のようにアクセントをずらしながら読んでいただけるとっていう感じで、やっていただけるとしっかりとハマるんじゃないかなと思います。ちょっとやってみましょうね。さあ、それではですね、次は A パートに行きたいなと思います。まずはですね、サウンド作りなんですけども、フェーザー、もしくはコーラスをですね、かけていたら、イントロにかけていたら、それを抜いてください。完全なるね、生音にしてください。そして、リバーブも何もなしでですね、サウンドを作っていただけたらと思います。さあ、それでは演奏パターンなんですが、まずはコード進行ですね。D メジャー7、C シャープマイナー7、B マイナー7、C シャープマイナーに戻って、F シャープマイナー。これが A パートの基本のコード進行ですね。これを3回やって、4回目だけですね、D メジャーセブンス、C シャープマイナー、B マイナーまでは一緒で、ここで C シャープ7に行きます。こ
これがかっこいいですね。確かにメロディーがそうなってるんですよ。そしてコードはですね、A 分の G というコードになります。A 分の G ですね。A 分の G。A の開放を弾いて、G を押さえます。そして上、トップがですね、A になるんですね。こういうコードになります。コードの押さえ方はコードダイアグラムを見てください。それではゆっくりリズムをつけて演奏してみましょう。1、2、3、4。それではカラオケと合わせて一緒に演奏してみましょう。という感じで演奏してください。で、ポイントはなんですけども、最初にこうやって、で、16ビートをカッティングしてますよね。なので、この手の動き方はもう基本的に一緒なんだと。で、このまんま、この手を振ったまんまの感じで、このリフを弾こうとすると、っていう風にダウンが基本になるんですよ。これが、やはり、って弾いてしまうと、ノリが変わってしまうんですね。なので、これはダウンで、こう吐くようにですね、パッ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 ってこう吐くように、弾いていただけたらいいかなと思います。そして2回目以降の A なんですけども、F シャープの時にこっちに行くんではなく、こっちに行くパートが出てきます。ちょっとやってみましょうかね。こんな風に F シャープの方に動きますんで、ちょっと参考にされてください。そして A メロのですね、ワンポイントなんですけど、これが入りますよね。ね。これもバンドにギタリストがいっぱいいる時にはですね、入れるといいと思います。そして、印象的なメロディーですね。1回目は、2回目は、3回目は、っていう感じですね。さあ、それではですね、一番印象的なサビのパートなんですけども、その前からいきますね。これが入りますよね。これが半音上がります。そして、サビのパートに入ります。まずはコード進行からいきますと、Bm7 と E7、C シャープマイナーセブンスと F シャープマイナーセブンスっていうコード進行です。これをですね、こんな風に弾きます。まずは Bm7、小指をこうやって入れた状態でですね、そして E7 に変わる。次は、また、同じように小指があるような C シャープマイナーセブンス。ね。そして F シャープマイナーを、という風に動きます。それではゆっくりやってみますね。1、2、3、4。こんな感じですね。そしてまた、という感じの動きになってます。という感じですね。というわけで、アースのですね、セプテンバーのギターパートをやってみましたけども、あとはいろんなパートにですね、各パートを埋め込んでくれれば、皆さんも一曲通して弾けるんじゃないかなと思うんですけど、今日ね、ちょっとアルマッケイさんのお話をしたいなと思ってます。で、僕がアルマッケイさんのですね、カッティングを取り入れているっていうのはどこら辺かというところをですね、お話ししていきたいなと思います。で、どういうところかというとですね、実際、こうやってね、で、弾いてもですね、1弦から4弦まで弾いているっていうところは、あまり変わらないと思うんですよ。それでね、どっちでも同じじゃないって思うでしょ？でもね、実際今、サウンドが違うでしょ？サウンドが違いません？ちょっとやってみますね。
全然違いますよね。なんで違うのかがわからないんですよ。他のところに当たってるのかもしれないんだけど、コードのキレ、そして瞬発力が全く違う。ですね。なので、やっぱり、しっかりとバレーコードを押さえれば、しっかりと振って、他の弦に当たっても、別に、押さえてる音が鳴ってしまっても問題ないわけじゃない、別に。だから、右手の瞬発力、ショットスピードって僕呼んでますけど、ショットスピードを上げようと思うとですね、こっちのコードの方がいいし、そしてサウンドもいい。わけなんですね。サウンドも良くないですか？そう。なので、僕はこの方法をずっと採用してます。確かにアンサンブルの中ではね、低音を弾かない方がいいんですけども、でも、ショットスピード、アンサンブルの中に入るギターのキレっていうことを考えれば、こっちの方が全然サウンドがいいので、いつもこの方法を採用してます。これはですね、LA オールスターズという、名前で日本でツアーした時のですね、アルマッケイさんのライブを見て、こうやって弾くのかと思って、その音、そしてグルーヴに感動してですね、これを採用してます。もし気に入っていただければ、皆さんもですね、このバレーコードでしっかりと弾くっていうのをですね、採用して、右手のショットスピードをね、さあ、というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。今日はですね、アース、ウィンド&ファイヤー、セプテンバーのギターパートをですね、コードカッティングをって言ったらいいかな。アルマッケイさんの紹介も含めてご紹介しました。本当に、ご視聴ありがとうございました。こんな感じでですね、様々なギターレッスンやギターの話題、音作りみたいなことをですね、私の書き込みギターラボというところでですね、日々紹介しております。入会はですね、4月、7月、10月、1月、年に4回のみなんですけど、今はですね、YouTube メンバーシップもやっておりますので、下のメンバーになるというボタンからですね、メンバーになっていただければ、書き込みギターラボとですね、同じ内容が見れますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それではセプテンバーで踊り狂いながらギター弾いてください。ミュージックビデオもぜひ見てくださいね。アルマッケイふざけて親指で弾いてますからね。ベースのバーダインホワイトに関してはもうベースをストロークやってますからね。めちゃくちゃ舐めたミュージックビデオなんですけど、面白いのでぜひ見てみてください。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。このビデオが気に入っていただきましたらチャンネル登録、そして、いいねもよろしくお願いします。そして各種 SNS、公式 LINE も頑張っておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、また。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。